皆さんこんにちは、こたつマニアです。6月14日は、開発支援ツールの日。今回は、こんなマークのツールを使ってみます。名前は、挿入ツール。それではノマドスカルプトでコネコネ。レッツラゴー。挿入をロングタップして、使いやすい位置に移動しますよ。一番上まで持ってっちゃおうかな。そして、ギズモも同じく、使いやすい位置に移動します。まずはベースを作ってみますよ。シーンの追加から、ボックスを選んでみます。解像度は50。シャープなエッジを残すで、リメッシュします。挿入を使って、このボックスの上で作業しちゃいますよ。見やすいように色をつけちゃおうかな。回転させて程よい角度をつけちゃって、準備完了です。さて、挿入をタップ。左のツールバーから好きな形を選択できますよ。今回はボックスを選んでみました。ベースの上でタッチしたまま画面をドラッグしていくと、ボックスができました。指を離さずにドラッグして、好きな大きさのところで指を離します。ポイントが表示されて編集できますが、今はこのままにしておきます。さて、別の場所にボックスを作ろうとすると、ドラッグしてもボックスの大きさは編集することができません。まるで最初に作ったボックスをコピーしているみたいです。その代わりにそのままドラッグし続けると、どこでも移動できますよ。好きな位置までドラッグして、指を離してボックスを配置。移動して、いろんなオブジェクトに密着して配置できますので、例えば、積み木のように積み上げることも可能ですよ。もしボックスを回転したり、大きさを変えたいときには、ボックス制作途中のまま、画面から指を離さずに、左のツールバーから、各項目をタップして編集します。しかし、最も簡単なのはギズモでの編集をおすすめしますよ。ギズモでボックスを指定して編集しちゃいましょう。これまで作ったボックスは、インスタンスの機能により、すべて同じように連動して、色や形が変化しちゃいます。試しに、挿入ツールで一つ選んで、ポイントを編集してみます。こんな感じで、すべてを同時に編集できます。それではこのボックスの一つを、
特別な色と大きさに編集してみます。好きなボックスをタップ。シーンを開き、インスタンスを解除を選択します。これで、このボックスのみ独立して編集できますよ。挿入は、直前に触れたオブジェクトを複製する特徴を持ちます。赤いボックスに触れると、赤いボックスを複製し、青いボックスに触れると、青いボックスを複製します。またベースのボックスも、同じように複製できますよ。作例として、いくつかオブジェクトを用意しました。まずギズモを移動して、接地面を決めますよ。左の回転軸をタップして、ギズモを下へ移動します。位置が決まったら、回転軸をタップして決定します。これで、挿入でコピーした時の設置位置が決定しました。それぞれをタップしてベースに乗せちゃいましょう。完成予想は、緑の中に立つビルです。私は上手にできるかな？そしてもう一つ。6月15日は、オウムの日。おめでとう、すべての、オウムマニア。いかがでしたか？今回の挿入ツール。このツールを使って、皆さんはどんな作品を作るのかな？おーい。オウムシャシャよー。6月15日は、オウムの日だよー。間違っちった。お粗末様でした。